皆さんこんにちは。ユーズアドベンチャーズのゆうです。今回は本当に素晴らしい製品を皆さんに紹介します。僕自身もとっても楽しみにしていた待望のカメラです。それはこちらのインスタ 360X4 になります。で、まだ段ボールに入ってるんですけども、これから段ボールを開けてアンボクシングしていきたいと思っています。まずね、段ボールを開けていきます。こちらですね。こちらがインスタ 360X4 になります。で、こちらのインスタ 360X4 が発売されたわけですが、皆さんインスタ 360X3 って結構見たことあるんじゃないでしょうか。で、こちらの製品がインスタ 360X3 なんですけど、こちらの X3 を長い棒につけて街を歩いてる人ってたくさんいると思うんですよ。実際僕もビデオグラファーとして本当にいろんなところに行くので、例えば東京の渋谷に歩いていたらスクランブル交差点で海外の方がねこれを使ったりとか、あるいは日本人の方が使ってるのを見たことあるし、京都や大阪に行っても X3 を持ってる人はいるし、正直どこに撮影に行っても誰かしら X3 使ってるなっていう印象があります。なので今回の X4 発売されて間違いなく世界中の人がねこの X4 を買うことになると思います。なのでこの X4 とても見るのが楽しみです。今回こちらのインスタ360の X4 以外にもいろいろなアクセサリーを送っていただいたので、それも皆さんに紹介していきたいと思います。それではアンボクシングしていきたいと思います。こちらが X4 になります。それでは開けていきます。しっかりしたこのような箱に入っています。こちらが X4 ですね。こちらが X3 なんですけども、こちらが X4 になります。細さは変わんないですね。X4 は少し長くなってる印象ですね。ちょっと X3 と比べてみます。こちらが X3 ですね。で、こちらが X4 です。X4 の方が少し長くなってますね。そしてモニターも X3 よりも X4 の方が大きくなっていますね。それでは箱の中身もう一度見ていきたいと思います。この X4 とこちらは付属品が入ってるようですね。ケースですね。こちらに X4 のケースが入っています。あとはこちらに USB-C のケーブルですね。そしてこちらはカメラのクリーニングクロスですね。で、こちらの X4 をこちらのケースに入れて運ぶ形になると思います。いいですね。すごくサイズもちょうど良くて持ち運びしやすそうです。ケースがあるのとてもいいですね。あとこちらにこちらはレンズガードですね。レンズガードも標準でついてますね。これはありがたいです。後でこちらも取り付けていきましょう。そしてインスタ360のステッカーですね。こちらはおなじみのステッカーです。インスタ360の製品を買うと大体ステッカーついてきます。あとは基本的には取扱説明書になるのかなと思います。そうですね、安全概要、防水使用説明、あとは保証書ですかね。なのでこちらの箱に入っていたものとしては、こちらのレンズガードと、あとは X4 の本体と、あとはこちらのカバーですね。ケースが入ってるのと、あとはクリーニングクロスと USB-C ケーブルですね。で、こちらが入っています。で、また、インスタ360といえば自撮り棒ですよね。で、こちらのアクションインビジブルセルフィースティック、見えない自撮り棒ですね。で、こちらは確か100センチまで伸びることができます。で、もう一つね、こっちにあるのが、超伸びる自撮り棒ですね。こちらは3メートルまで伸ばすことができます。X4 を使えばドローンのような撮影ができるっていうことで、よく X3 の時にも僕は使っていました。
で、今回はこちらの超伸びる自撮り棒とこちらの自撮り棒両方送っていただきました。こちらはインスタ360の360度カメラを使う時には僕にとっては必需品となっています。で、皆さんもぜひ試してみてほしいなと思います。あとはこちらのレンズキャップですね。X4 を持ち歩く時とか、あとはカバンに入れる時とかね、こういうレンズキャップを使うことでレンズを保護することができます。もちろんね、レンズガードをつけてもいいんですけども、レンズガードだけでは心配なので、僕の場合はレンズガードの上からこのレンズキャップをつけたりします。もちろんね、レンズガードをつけない時にも、これは絶対必需品だと思います。あと、こちら、プレミアムレンズガードですね。で、こちらのプレミアムレンズガード、先ほど X4 の同梱物に標準のレンズガードがついていたと思うんですね。で、それがこちらです。で、こちらはプレミアムレンズガードなので、こちらの比較に関しても後ほど説明したいと思います。それでは、インスタ360の X4 の開封が終わったので、インスタ360の X4 の特徴をインスタ 360X3 と比較しながら皆さんに説明していこうと思っています。今回発売された X4 は、なんと360度撮影で 8K30fps の撮影が可能になりました。最近は 8K で撮影できるアクションカメラやミラーレス一眼が増えてきたので、8K 時代の到来を感じさせてくれます。X3 の場合は 5.7K30fps の撮影が可能でしたが、X4 は 8K30fps、5.7K60fps の撮影が可能になっています。また、スロー撮影については、X3 は 3K100fps でしたが、X4 は 4K100fps での撮影が可能となっており、解像度が向上しています。360度カメラで撮影した映像の編集は難しいという印象を持ったり、8K 動画の映像の編集には非常に高スペックなパソコンが必要であるという印象を持つ人が多いと思うのですが、インスタ360のスマートフォンアプリやインスタ360スタジオというパソコン用の編集ソフトを使えば非常に簡単に編集を行うことができます。難しい知識とか高スペックな PC とかは特に必要なくて、誰でも気軽に編集が可能な環境が整っています。クイック編集、AI 編集という機能もあるため、非常にスピーディーに編集をすることも可能です。ミーモードというのは、撮影者だけに焦点を合わせるように構図を固定して撮影ができるモードのことです。自撮り棒については、アプリ上の処理で消えるため、第三者やドローンが撮影者を追尾しながら撮影しているかのような映像を撮ることができます。また、ミーモードの最大フレームレートは、X3 が 1080 プログレッシブスキャン 60fps、X4 が 2.7K120fps となっています。つまり、X4 については 120fps の撮影が可能なので、4から5倍スローに対応しています。X3 はシングルレンズモードで 4K30fps の撮影が可能でしたが、X4 は 4K60fps の撮影が可能です。X3 も X4 も360度撮影のみならず、広角アクションカメラとしてもしっかり機能します。非常に画質がいいということにとても驚かされました。インスタ360といえば見えない自撮り棒です。360度カメラと見えない自撮り棒の組み合わせが様々なクリエイティブな作品の撮影を可能にしていると言っても過言ではないと思います。今、世界中のクリエイター、旅行好きな人々、アクティブスポーツが好きな人々、登山家の方々がインスタ360のカメラとこの自撮り棒を使っています。この自撮り棒を使えば、ドローンや他の機材なしでは通常ありえない撮影を可能にしてくれます。X4 は X3 にはないカメラ内の AI 処理であるピュアショット処理によってノイズの低減した色彩豊かな写真を撮ることができます。X3 も 72MP の写真の撮影が可能ですが、X4 にはピュアショットによってさらに美しい写真を撮ることができます。アプリやスタジオの新しい FOV オプションであるメガ広角はエッジの歪みが減り全体的に画質が向上します。どうしても360度カメラで撮った映像が編集時に広角にすればするほどエッジが歪んでしまうのですが、今回のメガ広角はこれを解消しています。今回個人的にこれが本当に最高のアップデートだと思っています。X4 は AI ジェスチャー機能が実装されました。これにより手のジェスチャーを利用して録画を開始したり停止したり写真を撮ったりできるようになりました。自撮り棒を X4 につけて手の届かない位置に X4 があったとしてもジェスチャーでコントロールできるようになったので非常に素晴らしいアップデートだと思います。また、ジェスチャー制御によってスキーヤーやスノーボーダー、バイクのライダーは手袋を外すことなくカメラのコントロールをできるようになりました。X3 の時には音声制御が英語と中国語のみ対応していましたが、X4 からは日本語にも対応しています。
X3 は 3K180fps か 4K120fps でバレットタイム撮影ができましたが、X4 は 5.7K120fps で撮影できるようになり、より高解像度でシネマティックに撮影が可能になりました。X3 は 8K の360度タイムラプスの撮影が可能でした。今回発売された X4 は 11K タイムラプスの撮影が可能です。X4 の防水性能はカメラ単体で10メートルまで防水性能が備わっています。潜水や水中の世界をより鮮明に捉えたい場合には、見えない潜水ケースを使用することで50メートルまで潜水が可能になります。重さは X3 が 180g、X4 が 203g になります。X4 は縦に少し長くなったので 23g、X4 の方が重くなっていますが、体感としてはあまり変化はありません。今回の X4 から新しい取り外し可能なレンズガードというものが採用されています。左側が X3、右側が X4 になります。今 X4 にレンズキャップをつけているのですけども、こちらを外すとこのように両面にレンズが見えると思います。こちらの両面のレンズにレンズガードをつけていきたいと思います。今回の X4 は撮影やカスタマイズの柔軟性を高めるために、簡単な取り外し可能なレンズガードをサポートする新しい構造設計を採用しています。X3 では粘着式のレンズガードでした。非常に強力な粘着力であったので取り外しに苦労した記憶があります。標準のレンズガードは標準で付属しています。プレミアムレンズガードとして別売りのオプションがあります。プレミアムレンズガードは別売りのオプションで傷がつきにくい強化ガラスを採用していて、透明度が高くて鮮明な撮影をすることができます。標準のレンズガードとプレミアムレンズガードを比べたときに、正面からではあまり差が見られないのですが、横から見るとプレミアムレンズガードの方が厚みがある印象を受けます。X3 の画面サイズは 2.29 インチとなっていて、X4 の画面サイズは 2.5 インチにアップグレードされています。X4 はバッテリー容量が 2290mAh にパワーアップしています。X3 よりも 67% 長い135分の撮影ができます。2時間以上撮影ができるのは十分なバッテリーの容量だと思います。個人的に X3 は結構バッテリーの消費が早いイメージがありました。なので今回は大幅にアップグレードされています。ちなみにバッテリーのテストの実験環境は 5.7K の 30fps モードでテストをしています。比較として GoPro Hero 12は 5.3K 30fps で90分の撮影が可能なので、X4 の方がバッテリー持ちがとてもいいということになります。X4 の金額は日本円で 79,800 円、US ドルだと約500ドルになります。X3 は約400ドルで、日本円で64,000円ぐらいです。X4 を実際に使ってみて、正直この金額でこのクオリティのカメラが手に入る時代になったのかと驚いています。実際に先行で使わせていただいて感じたのが、細かい点も含めて大幅にアップデートされているということです。そのため X4 は360度カメラという単に面白いカメラというだけでなく、非常に使いやすいカメラで鮮明な美しい映像が撮れるカメラに進化しています。金額面を考慮しても買う価値は十分にあると思います。多くの人が X4 を買うことになるのは間違いなく、360度カメラを買うのであれば非常にお勧めします。X3 についても引き続き購入することができるので、金額を抑えて360度カメラを楽しみたいという方は X3 の購入を検討してもいいと思います。僕が実際に X4 とか X3、こういう360度カメラをどういう時に使うのかっていうと、まずはやっぱりドローンの撮影許可がね、下りない場所っていうのはどうしてもあるんですよ。ドローンの撮影許可は手続きが煩雑であったりとか、時間がかかってしまったりとかね、なかなか迅速に行えないので、そういう時にはドローンを使わずに、こういう360度カメラを使って撮影することが多いです。海外の仲良くしているクリエイターたちの中でも、結構家の中で撮影する人たちもいて、天井に360度カメラを設置してワイドに俯瞰撮影をする。そして編集で自分の使いたいところだけをピックアップして編集するっていうような使い方をしている人たちもたくさんいます。360度カメラは結構奥が深くて、編集が上手い人は本当にめちゃくちゃクオリティが高い映像を作り出せます。360度カメラは360度撮影できるわけですから、実際に自分が撮影して編集画面に行った時に、こんなに面白い映像を撮れてたんだっていう風に後から気づくこともあるんですよ。なのでそういう面白いところをねピックアップして動画を作ることができるっていう意味でも360度カメラは本当に便利なカメラです。登山家の方とかスキーやスノーボーダー、あとはバイクのライダーとかも、こういう360度カメラを設置することによって、自分はねバイクを運転している時にも、ハンズフリーでね360度
撮影してくれるっていうのも、面白い撮影ですよね。でそういう風に使ってる方ももちろんいますし、こう長い棒でね走ったりとかね歩いたりとかして俯瞰撮影する人もいるし、あとはスキーとかスノーボードしてる人が棒を持って、自分のことをこう見えない自撮り棒でね撮ったりとかする、でそういう撮影シーンっていうのはメジャーですよね。360度カメラには本当にいろんな撮影の仕方があるので、実際僕も山登りしなきゃいけない時にドローンを使えなかったので、こちらの360度カメラを使って3メートル伸びる自撮り棒を使って自分のことを棒で映しながら歩いて、まるでドローンで撮ってるかのような映像を作成したりすることはよくあります。360度カメラを使えば YouTube とか、あるいは最近流行りのショート動画でもね面白い映像をたくさん撮れると思います。今回紹介したのはインスタ360の X4 なんですけども、インスタ360はこういう360度カメラ以外にも小さなアクションカメラ、インスタ360の GO3 とか、あとは例えばインスタ360の ACE Pro とか、いろいろなアクションカメラも取り扱っているので、ぜひそちらのカメラもチェックしてみてください。インスタ360の製品を使うと本当に質が高い映像が撮れるので、皆さんの撮影の幅がとても広がるんじゃないかなと思います。なのでぜひこちらの X4、そして他の製品に関してもチェックしてみてください。インスタ360の X4 に関してはもう本当にたくさんの人が買うと思います。実際に世界中の人が X3 を持ってもう街を歩いているっていう状況になっているので、こちらの X4 は間違いなく売れると思うので、皆さんも早めに購入を検討してみてはいかがでしょうか。今回の動画を見てくれて本当にありがとうございます。またインスタ360の製品を紹介する機会はたくさんあるので、ぜひ今後も僕の動画を見てくれたら嬉しいです。それではまた次のビデオでお会いしましょう。またね。